皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回はジャムこと国際鉄道模型コンベンションにて取材させていただきましたボシさんの作品をご紹介します。最後までお楽しみいただけましたら幸いです。ボシさんはボシモリボシミラーなど自然表現から小物類まで様々な制作技法を考案して SNS で発信されています。リンク先は概要欄に貼りましたのでご参照ください。また紅葉のジオラマ作品や残雪のジオラマ作品などって残雪表現すごくないですか？樹木表現も立体感あって素晴らしいです。このように季節感ある作品を制作されていらっしゃるのも非常に印象的です。私も大好きな砂防ダムや調整池をレイアウトに再現されている、ご存知の方も多くいらっしゃると思われる有名モデラーさんで、ジオラマ担当の私アトリエ森地も制作方法を教えていただいたり SNS で仲良くさせていただいていて、イベントでボシミラーを購入したり大変お世話になっています。ボシさんの作品はジオラマ全体の迫力だけでなく、細やかな部分はもちろんどこかで見たことあるよねっていう既視感のある仕上がりになっていて、見ていてとても勉強になります。最初にご案内する作品が星の森鉄道秘密線です。この作品は2017年新企画者刊小型レイアウト4台にも掲載されています。この作品見どころがたくさんあるのですが、ご覧ください。なんとバスが走るんです。すっごくないですかこれ。ちょっとバスを追いかけてみます。レイアウトの道路をバスが颯爽と走ります。バスがジオラマを周回するギミック、これ面白い。やってみたいです。レイアウトは 1200mm 奥行き 750mm のボードに単線エンドレスが組まれていて、中央部に駅がある。駅部分は複線になっています。本体レイアウトに砂防ダムのあるジオラマなど複数の増設ジオラマが接続されています。このように将来的に増設を繰り返すことが可能なレイアウトの制作、とっても勉強になります。レイアウトの中央に位置する駅です。ホームは対面式になっていて、上下線が構内踏切で接続されています。そして画像右手には増設された給料部分が接続されていて、ジオラマに奥行き感が出ています。駅舎の屋上にはテレビアンテナが設置されているだけでなく、ちゃんと視線が張られています。別角度からご覧いただきます。こういう細かい表現の積み重ねがジオラマの存在感といいますか、説得力につながるんだなと改めて感じました。で、視線を横にずらすとトイレ、いや便所の屋根に落ち葉、これすっごいです。屋根の落ち葉って結構実物であったりしますよね。うわー、やってみたいなこういう表現。しかも便所の中も作られています。画像編集していて気づいてニヤニヤしてしまいました。そして反対側の駅脇にはハイコンテナの倉庫があります。いや、こういうのいいですよね。コンテナの奥の道路には消火栓があったりと、実際に街歩きすると見かける要素だらけです。駅前にはバス停があり、その裏側は山になっていて、この山がレイアウトを仕切ってくれています。このように少し視線を落とすと山の効果がお分かりいただけると思います。そして再び駅舎の脇にご注目ください。駅舎の脇にはプランターが置いてあって、そこに支柱が立ってて植物が絡まっている姿が再現されていました。支柱を立てるだけでなく、その支柱を格子状に組み上げているのもニヤッとしてしまいます。駅のそばにある跨線橋、ここも見どころの一つです。個人的な感想で誠に恐縮ですが、坂道のこの路面の丸の彫り込み、真空コンクリート工法というそうですが、こうした表現が大好きなんです。よく見ると側溝とフェンスの錆もわびさびが効いています。そしてカーブミラーだけでなく、その脇の反射板もよく見かけますね。この反射板ってもしかして僕が教えてもらった本当に光反射する反射板かもしれません。カーブミラーや反射板が設置されている場所が橋の幅より少し広くなっているのもあるよなって感じになります。駅の脇に道路橋があるおかげでジオラマの立体感がさらに増していますし、増設ジオラマによって効果的に奥行きが増していることがお分かりいただけると思います。これなら限られたスペースに収納も可能ですし、あえて線路のない風景だけのジオラマを拡張部分として制作するっていうのもいいですね。私も次回作はこのような構造を検討しようと考えています。先ほどご紹介しましたように、駅前道路にはバス停があり、
画像では左手になるバス停の裏には山があって、レイアウトの正面と裏が仕切られています。今度は駅の反対側、ちょうど画像でマークしたエリアをご紹介します。このエリアは郊外でよく見かけるあるあるっていう光景が再現されています。個人的一押しが貯水池です。貯水池は大通りと線路の間にある山から流れてきた川が画像右手から流れ込み、画像左手の水門から排水されて線路と交差してレイアウトの外に向けて排水路が設置されています。排水の部分にある水門かっこいいです。しかも画像を編集していて気づいたのですが、水門脇には釣り人がいて、池には魚が群がっています。こちらが水門下流側の排水路です。この護岸すごくないですか？これよくありますよね。水門水流大好きなので勝手にニヤニヤしていました。こちらが貯水池の上流側の川の流入部分です。この橋の中覗き込んでみたいです。よく見かける歌唱の表現もさすがです。消火栓は大通りと交差をして日の宮蔵の裏手をってちょっとワンちゃんいますよ。そして軽トラに乗ろうとしてるおじいちゃんとおばあちゃんがいます。こういうドラマいいですよね。消火栓の水路の梁、こちらもよく見かけます。すごいです。私は地理学出身ということもあり、どうしても水源をたどりたくなります。水流と思われる場所をマークしてみました。間違えてたらごめんなさい。山奥にある我が家の近所にはこうした風景が広がりますので、道路脇の砂利とか草地とか全てが既視感です。線路のカーブの内側には資材置き場があります。これもうちの近所でよく見かけますのでニヤニヤでした。背後に見える橋は増設部分になっていまして、レイアウト自体はここまでとなっています。この増設部分がレイアウトで担う役割の大きさがお分かりいただけると思います。増設部分の交差点です。個性ある交差点が再現されています。山奥や地方の3桁国道同士の交差点では、市街地のそばでも信号機のない交差点が多々あり、それなりに交通量がありますので、周囲の交差点よりも少し立派に作られていますのでニヤニヤしてしまいました。工事看板もさりげないですが存在感があります。下流側から上流にある橋と勝手に3桁国道同士の交差点と思っている交差点方向を撮影しました。橋の上流には堰が再現されていて、これも近所で見かけますのでニヤニヤしていました。そして手前の橋上の路面もさすがです。別な拡張部分にはなんと砂防ダムがあります。ジオラマ内には水系の異なるいくつもの河川が再現されていました。こういう水流のストーリーがジオラマ化されているのって見ていて楽しいです。道路はカーブを描きながら山に吸い込まれていきます。こちらはまた別な増設部分の道路です。路面表示がすごいの一言です。小道が分岐する部分の路肩の表現、これもよく見かけます。分岐した小道は坂を下り小川を渡っていました。トンネル出口周辺の雰囲気のまとめ方もすごいなと思いました。ここまでは星の森鉄道秘密線をご紹介しました。作品はジャム会場で見れますので、皆様もぜひ足を運ばれてみてください。ここからは秋の鮮やかな紅葉が再現された星の森鉄道星妻線犬石橋梁ジオラマをご紹介してまいります。ジオラマ全体をご覧いただきます。高低差のある谷を渡る橋梁がかっこいいです。西武秩父線でもありそうな情景です。背後の星森の立体感がいい雰囲気です。やはり山の木々は均一には生えていませんので、このように凸凹があるとリアルさが増します。線路の下には道路が走り、道路は急カーブを描いています。道路の右手にはロックシェッドが作られています。我が家の近所ではスノーシェッドがよく見られるのですが、こうした山道でよく見かける光景に思わずニヤリとしてしまいます。左手の河川を避けるように道路は急カーブで再び山に吸い込まれます。急カーブがゆえのドラマが再現されていて、人々の配置がとってもリアルです。パトカーをご覧ください。回転灯が光っています。そしてよく見てみると、道路のカーブしているところのポール、これも点滅しています。すっごいです。道路と線路の高低差があるので、下から撮影すると迫力があります。線路も緩やかなカーブを描いていて、奥はトンネル、手前が切り通しと見ていて飽きません。トンネル前には道路灯が点灯しています。
カーブ区間の赤い舗装、山道でよく見かけます。川の水流もすごくいい雰囲気で、水流の波立ちも見事に再現されています。この表現私もできるようになりたいです。岩肌、そして橋脚の下部のブロック表現、やっぱり観察って大切だなって改めて思いました。紅葉が見事に再現されている星の森鉄道星妻線乾石橋梁ジオラマをご紹介しました。こちらの作品もジャム会場で見れますので、皆様もぜひ足をお運びください。ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。動画化にあたりわざわざいろいろと調べてくださったボシさん、本当にありがとうございました。最後までご覧くださいました皆様、本当にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。さようなら。